本日のお車は日産の NV200 バネット版です。世界戦略商用車ということで、世界各国で販売されている商用版となります。今回のモデルは2021年にマイナーチェンジを受けた2022年式で、グレードは中間グレードの VX となっています。いつもよく見る黒バンパーの DX に対して、こちらはカラードバンパーになっています。また、この車、2009年にデビューしてから今日に至るまで、いろいろと手が加えられ続けております。例えばこの新日産エンブレムですね。他にもいろいろと変化がありますので、それらも踏まえて車の紹介をしていきます。フロントマスクは同時期の C25 セレナとデザイナーが同じということで、似たような雰囲気となっています。特に今回カラードバンパーなので乗用ミニバンのように見えます。幅は 1695mm と5ナンバーサイズで日本の道でも安心です。サイドミラーは縦長のものから武骨な四角のものに変更されました。前のデザインも良かったですが、実用性を重視した形になりましたね。サイドビューから見ると、ヨーロッパではベーシックなボンネットがあるタイプのバンです。キャラバンなどのエンジンがシート下にあるキャブオーバーに比べると荷室が狭くはなります。ただ、昔キャラバンのマイクロバスで内輪差を考慮せずに曲がってスライドドア下をぶつけたのがトラウマの私にとっては、乗用車感覚で運転できて良いです。商用版ということで大きく見えますが、長さは 4400mm でリーフよりちょっとだけ短く、キャラバンより 250mm 短いです。取り回しはしやすいですね。後ろ姿はバックドアの大きさが最優先事項ということが伝わってくるデザインです。テールランプは極限まで端に、リアバンパーも下に配置されています。ここで注目したいのはリアバンパー。バックドアより飛び出ているので、万が一後ろをぶつけた時、まずこのバンパーが当たります。バックドアをやっちゃうと修理費が大変なので、配慮されているのが良いです。前高は 1855mm でセレナとほぼ同じ高さです。コンパクトそうに見えますが、なかなか背が高いですね。タイヤはブリヂストンのエコピア R680 という商用車用のエコタイヤになっています。サイズは14インチでかなり肉厚です。耐荷重は前が91、後ろが97と異なっています。91はタイヤ1本で630キロまで、97は730キロまでとなります。さすがに商用車ということで、乗用車の75から85くらいの数値より高くなっていますね。また、91と90が併記されていますが、後者の数字はダブルタイヤのトラックで使う時の耐荷重となります。あとは速度記号が N なので、時速140キロまでが推奨です。高速道路を人に言えないスピードでかっ飛んでいく営業車は大丈夫なのか心配になります。そして、鉄鎮がメジャーな商用車ですが、ホイールキャップがついています。デザインはなかなか凝っていて、イケていると思います。エンジンは 1.6 リッター4気筒の HR16DE です。1.6 リッターですが、貨物車だと最大積載量と乗員で税金が決まるようで、この車は最大積載量650キロで1トン以下、乗員5名なので、年額1万6000円となります。自家用の半額以下で、これならこの排気量も納得です。エンジンの隔壁には遮音材が貼られていません。この辺り商用車という感じです。また、ライトユニットには謎の「か」の文字が。部品番号ラベルなのでユーザーには関係ないですが、何か気になります。トランスミッションはこれまでは4速 AT でしたが、マイナーチェンジでついに CVT になりました。このバッテリーの下に鎮座しています。おそらくセレナやエクストレールと同じものだと思いますが、重い荷物を乗せるためか変速比がロー気味になっています。 AT との違いや変速比の違いが乗り味にどういう違いがあるかは走行編で見ていきます。フロントシートから見ていきます。乗り込みはちょっと高いですが、キャブオーバーよりは乗りやすいです。セレナなどのミニバンよりちょっと高いかなという感じ。シートはスライドとリクライニングのみで、シートリフターはありません。ステアリングにはチルト機構がついています。ただ、ハンドルがトラックのように寝ていて、主に上に動くので、乗用車的なポジションを取りたい私としては、もう少し下に動いて角度が立ってくれると良かったです。ペダルはタイヤの張り出しのせいか、アクセルとブレーキが近いですね。少し慣れが必要です。フロントシートはファブリックで、ヘッドレスト一体型です。サイズは十分で、結構柔らかめとなっています。ホールド感は普通かなという感じです。ドアトリムはこんな感じです。
素材は全部プラスチックとなっています。グレーとブラックのアクセントと表面の模様を変えていたりして、なかなか単調ではない作りとなっています。また VX だと DX のノーマルでは手回し窓なのがパワーウィンドウになっています。手回しだと海に落ちた時でも開けられるメリットがありますが、普段使いだと自動が便利ですね。インパネ周りはこのようになっています。2009年のデビューからほぼ変わっていません。とはいえ質感は悪くなく、デザインも乗用車のような感じで良いです。運転席右下にはライトや電動格納ミラーのスイッチ、横滑り防止装置はじめ安全機能のスイッチがついています。これは初期にはなかった部分ですね。そして ETC と思いきや、ちょっと不安な位置にあるカードホルダー。ドアの開閉時に落ちることはないと思いますが、注意ですね。キーは男のシリンダータイプ、メーカーオプションでインテリジェントキーにできます。そして左下にはみんなに嫌われて悲しいアイドリングストップのオフスイッチ。これは CVT 車のみの装備です。ナビは新日産マークで裏山式ことこの上なし。エアコンはマニュアル式。操作は円熟の域に達したダイヤル式です。視線を落とさずとも感覚で操作できるのがいいですね。またこの下にはハザードスイッチ。昔はこの反対側にアクセサリーソケットがついていましたが、シフトの下に移動しました。シフトはほとんど変わってないですが、肉は CVT なので2と1レンジが L レンジになりました。スポーツモードボタンもついています。シフト下には初期からついている灰皿があります。そして一番下にアクセサリーソケットがついています。センターコンソールはウォークスルーできるようにするためかトレイ式です。メーカーオプションでコンソールボックスが付けられます。鉱石用と思われるドリンクホルダーは取り外すことができ、2人乗りの場合は荷物置き場に変身させられます。このトレイ、仕事用カバンなどをポンと置けて便利です。サイドブレーキはレバー式、ちゃんと運転席側についており好印象です。ナビの上には A4 サイズの書類が置けるトレイがあります。書類もそうですが駐車許可証なども置きやすくて便利です。そしてグローブボックスはオープンと思いきや、上側が車検証が入るスペースがあります。ここまでやるならそもそも蓋をつけてもよかったの。ステアリングはシンプルなウレタンでにぎにぎすると良い感触です。ステアリングのスイッチはありませんが、ハンズフリー電話のスイッチなどついていたら便利なのではと思いました。とはいえ商用車にディーラーオプションのナビをつける割合は少ないと思うのでなしで正解ですね。メーター周りです。右側の液晶画面がもともとオレンジバックに黒文字だったものがカラーになりました。タコメーターやトリップメーター、平均、瞬間燃費の切り替えができて便利です。初期も同様の機能がありましたが、このように解像度がアップし、さらにカラーになると質感がぐっと上がった感じを受けます。ではリアシートに乗り込んでいきます。手動スライドドアですが、重くなくスムーズに開けることができます。乗り込みはセレナよりちょっと高いかなという感じ。シートはしっかりしたものがついていて座り心地は良く、足元スペースも十分です。ただシートベルト位置がすごく端に寄っていて、シートベルトをして座るとお尻がシートからはみ出しそうになります。ベルトホルダーの位置的にこの車珍しく真ん中のシートが一番座りやすいです。リアシートに座るときは真ん中に座りましょう。でこちらオプションのスライドサイドウィンドウがついています。リアシートが暑い時でもこのように開けることが、暑い時に換気したり走行時に風を入れたりできて便利です。このようにつまんで開ける仕組みです。エンジンオフでも開閉可能、途中での停止も OK となっています。リアに乗り込むと荷物が転がってくるのを防止するバーが目に入ります。これによって前席のシートリクライニングの制限が出てきます。ボルト止めなので外せそうですが、外すと車検通らなくなります。リアシートは乗用と同様のものから後ろへのリクライニング機構を省いたものとなっています。ドア部分は鉄板むき出しで、ここは商用車という感じですね。乗用グレードだとドリンクホルダー付きのドアトリムがつきます。リアシートは前には傾きます。この範囲からこの範囲までの間で角度を調節できます。シートは6対4分割になっていますが、この車でシートを倒すのは
リアシート自体を折りたたむ時ぐらいのような気がします。ではメインともいえる荷室を見ていきます。大きなバックドアを開きます。一応買い物かごを置いていますが、広すぎて参考にならないですね。高く開くバックドアですが、ちゃんとストラップが標準装備です。リアサスペンションはリーフリジット式で、金属バネを何枚も重ねた形式です。場所を取らないため、荷室のタイヤハウスの張り出しが最小限になっています。この時の荷室サイズは長さ約1メートル、幅 1.5 メートルです。では2列目シートを畳んで荷室を広げます。まずは6対4分割シートを肩口のストラップを引いて倒します。そして床面の赤いストラップを持ち上げてシートを跳ね上げます。跳ね上げたらリアシートの足部分を折りたたみます。最後は右側シート部分に格納されている紐を引き出してバーに結び、万が一シートが倒れないようにして完了です。2列目シートを折りたたむと荷室長さは 1.9 メートルになります。身長170センチの私が斜めに寝転んでも余裕です。足首を伸ばして縦にまっすぐ寝ようとすると頭がバックドアからはみ出しそうになります。最近流行りの車中泊、1人なら余裕そうですが2人の場合だとちょっと厳しそうです。バイク積載については私のスクーターアドレス110は全長 1.85 メートルなので斜め置きであれば余裕で乗せられそうです。とはいえ車中泊したり大きなバイクを乗せるのであればリアシートなしのグレードが良いです。車体があと10センチ長ければなぁと思いました。荷室内には M6 のボルト穴が開いていて I ボルトを取り付けたりバーを取り付けたり DIY できます。床にはベルトなどを引っ掛けるフックがついています。荷物やバイクの固定もバッチリです。ネジ穴やフックが標準装備なのがとても良いですね。では折りたたんだリアシートを元に戻してライトチェックへと移りましょう。スモール、ロービーム、ハイビーム、ウィンカー、ハザード、ブレーキ、スモール、ウィンカー、ハザード、バックランプ。では走行編へ移ります。一般道です。狭い道を走っています。真四角の5ナンバーサイズかつサイドミラーが四角くコンパクトなのですれ違いがしやすいです。三角窓やサイドミラーのおかげで左右の見切りが良く車幅感覚がつかみやすくて良いですね。騒音は意外と静かです。乗用車としても普通のレベル。また荷室天井トリムのない DX グレードよりも静かに感じます。さらに CVT のおかげでカーブやすれ違いからの再加速時にギアチェンジでエンジン音が大きくなることもなく低回転で静かに巡航できます。でこちらアイドリングストップがついていますので信号待ちだと静かに過ごすことができます。エンジンの始動は違和感なくスムーズに再始動します。ただ普通にアクセルを踏むと CVT が3000回転くらいまでエンジンを回してからスタートします。これは荷物満載時を想定して CVT に負担がかからないようトルクを十分に出してから発進する制御になっているためだと思います。4速 AT の時より正直発進はもたっとしてしまいましたが発進時以外はダイレクト感がありさらに巡航時は低回転で走ることができます。乗り心地ですがリアがバヨンバヨンと元気よく跳ねます。これは空荷のバンなので当たり前ですね。足はしっかり固めてあり上下方向の揺れだけで収束し左右にブルブルしないのが好印象です。本来は荷物を300キロくらい積んでから乗り心地を確かめるべきなのですがそこまでの荷物が家にないのとあっても積み込み中に腰をやっちゃいそうなので諦めました。とはいえこれだけ元気にリアが跳ねるので荷物を乗せた時にはしっかり踏ん張ってくれそうです。山坂道の上りです。バンなので
もったりしたハンドリングのイメージがありましたが、こちらかなり曲がります。もっと外に膨らむかなと思ったのですが、そういうこともなく、無理なくスムーズに曲げることができます。アンダーかオーバーかというと中間です。ハンドルを切ったらその分だけ曲がっていく感じです。ハンドルはブラシレスモーターを使った車種ほどではないですが、切り始めた時戻ってくる時の少し重めの手応えが心地よいです。パワーについては普通に坂を登ってくれます。パワフルではないですが、フル積載しても走ってくれそうな感じです。また CVT のため 4AT の時のように坂道で2速3速の間で変速を繰り返すこともなく、スムーズに走ってくれて快適です。ただトルクが欲しくて踏み込んだ時の反応ですが、 4AT の時よりちょっともっさり感を感じます。 CVT の保護のためか燃費重視のセッティングかになっているかもです。下っております。カーブに入る前のブレーキはちゃんと効いてくれて不安はないです。とはいえ踏んだ瞬間にビシッと効くタイプではないので、フル積載した時はブレーキを踏む距離をもっと手前にした方が良さそうです。カーブが続くようなところだとハンドルをそれなりに回していく必要がありますが、ハンドルの切り返しでボディがゆらゆらして怖いということもなく、もっと背の低い車のような感覚で走ることができます。やはり商用車なのでフル積載でないと進化がわからないところがありますが、空荷の状態だとコンパクトカーのような感覚で気を使わずに走ることができました。高速道路にやってきました。恒例の120キロまで加速していきます。 1.6 リッターエンジンだけあって加速感はなかなかあります。ボーンという音が結構好きです。かなり早く120キロに到達しました。アクセルを抜くと3000回転あたりまで一気に回転を下げてくれます。このあたり CVT の良いところですね。120キロ時の安定性ですが、ちょっとだけわなわなしますが巡航は普通にできます。風切り音はちょっと目立ちますが、ロードノイズは意外と静かです。商用車としてはなかなか快適性が高いです。橋の上だとボディが風に煽られますが、進路自体はそんなに振られないので気になるほどではないです。ただ車線変更時ですが、思ったよりリアウィンドウが小さくて後方確認がやりにくいです。サイドミラーが大きいので補えますが、視覚には注意です。また巡航するのであれば他の多くの車で感じるのと同様、90キロから100キロの間が楽ですね。トータルとしては箱番ですが、高速道路もなかなか快適に走ることができます。まとめです。まず燃費ですが、88.4 キロ走って 8.1 リットル給油し、燃費は 10.9 キロリッターでした。トランスミッションが CVT に変わりましたが、燃費は 4AT の時とあまり変わりませんでした。発進の時に結構回すセッティングなのと、私が特に燃費を意識せずに走ったせいもあるかと思いますが、ちょっと残念ですね。とはいえ発進時以外は 4AT よりもさらにスムーズに走るようになり、静粛性もかなりあります。リアが空荷だと跳ねますが、荷物を乗せると落ち着くと思いますので、乗用車感覚で走ることができるでしょう。また着座位置がほぼ乗用車なのと、車体が四角く車幅感覚がつかみやすいのと、大きなミラーで取り回しがしやすいです。これならキャラバンをぶつけた私でも安全に運転できそうです。またスライドドアもオートクロージャーやパワースライドはついていないですが、かなり軽く開閉することができます。なので乗用車から乗り換えてもすぐに慣れることができます。車用車としてたまに乗る場合などでも違和感は少なく作られており良いですね。ただ車両価格が当初の価格より50万円ほど上がっているのが気になります。当初180万円でしたが現在229万円です。消費税増でプラス9万円、自動ブレーキでプラス10万円、横滑り防止装置でプラス7万円、 CVT に変更でプラス10万円などなど装備の充実と変更があると思いますが、これだけ上がるならそろそろ新型に変えてほしいのも正直なところです。また荷室ですが、リアシート付きだと車中泊やトランポに使いたい人には荷室サイズがちょっと寸足らずな印象です。仕事で段ボールなど積む分にはいいのですが、人間やバイク、自転車などの長いものを積む人にとってはうーんとなるかもしれないので、
荷室の長さは事前に確認した方が良いです。と思っていたら、車中泊用の NV200 マルチベッドがオーテックより出ていました。ワゴンの 16X2R ベースで、価格は272万円から295万円とかなりリーズナブルです。2列目シートを外すこともなく、172センチのベッドがセットできる優れもので、さらに床がフローリングチックな木目調のおしゃれなものになっています。カラーもツートーンのパステルカラーがおしゃれです。車中泊派の人にはこちらがおすすめですね。ということで、今回日産 NV200 バネット版の VX を見てきました。スタイルは国産メーカーの商用版の中ではトップクラスに洗練されており、使い勝手も乗用車とほぼ変わらない、よくできた車だと感じました。特にカラードバンパーになるとぐっと精悍さが増してかっこよくなりますね。こうなるとライバルのタウンエース版が気になります。カタログでは荷室長が20センチほど NV200 より長くなっており、余計気になるのでいずれレンタルしてみたいと思っています。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。では次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。